こんにちは、京子です。今日は大人の女性でも可愛く楽しめるレモンネイルの描き方を紹介します。今日描いていくのはこちらのレモンです。こうやってパッと見ると使った色すごく少なそうなんですけど、実際かなりたくさん使いました。これと同じだけ揃える必要はないので、自分が持っている似た色を使ってみてください。中身は後で順番にお見せします。それでは早速始めます。ベースジェルを塗って硬化したら、まず最初にちょっとアイボリーがかってるホワイトを塗ります。これはシアーホワイトでも真っ白でもお好きな色で構いません。こちらを塗っていきます。こんな感じの色です。上にどんどんアートしていくので、多少のムラは気にせずに一度塗りでも大丈夫です。ものすごく薄い色だったら二度塗りしてください。これで硬化させます。硬化が終わりました。私はこの上に一回グレーのストライプを入れています。これは入れても入れなくてもどちらでも大丈夫です。ほんのりちょっと角度によってなんとなく見えている程度なので、好みで入れてください。使ったカラーはこちらの薄めのグレーです。あんまり細すぎる線だと目がチカチカするし、あんまり目立たないので、入れるときはもうざっくりで大丈夫です。塗り終わったら硬化します。今描いたストライプで表面がちょっとデコボコしているので、一旦ここでクリアジェルを塗ります。塗り終わったら硬化します。まず最初にレモンの実から描いていきます。私が使ったカラーはこちらの黄色です。ブラシはプリジェルさんのラウンドブラシの5番を使います。ちょっと太め、毛量多めのラウンドブラシです。あんまり小さすぎるレモンを描くと、この後どんどん色つけていくのが大変になるので、少し大きめを描いておくと後が楽です。描き終わったら硬化します。次にレモンの暗いところを描いていきます。ちょっと下の方がちょっと濃くなっています。こちらを描いていきます。この黄色を使ってもいいし、私はもうちょっと明るい黄色とちょっとオレンジがかっている黄色を使います。黄色を何色も持ってる人ってそんなにいないと思うので、こっちの黄色に混ぜても全然大丈夫です。今度は10番のラウンドブラシを使います。ざっくりと混ぜたら、下のレモンの下の方に少し色を入れていきます。
なんとなく色が変わったかなぐらいの色でちょうどいいと思います。あんまり暗くしすぎると多分わざとらしくなっちゃうので、今ちょっと色ついたかなぐらいで大丈夫です。ここで一旦仮硬化をします。次に今度は明るいところを塗っていきます。今度は白を使います。さっきの黄色と少し混ぜて明るめの黄色を作ります。そしたら今度は上の方に白を入れます。塗り終わったら硬化します。次に葉っぱを描いていきます。私が使う緑はこの3色なのですが、これも皆さんが持ってる好きな緑を使ってください。これをまたパレットに出して少しずつ混ぜながら使います。あんまりポップな緑使うと可愛らしくなりすぎちゃうので、ちょっと控えめの緑にしました。濃い緑と薄い緑がところどころに混じって見えるように使っています。描き終わったら硬化します。葉っぱをもう少し目立たせるためにこのもう少し濃い緑をここに出したので、これを使います。筆はラウンドブラシの100番、一番細いブラシを使います。葉脈と茎を描き終わったら硬化します。濃いめのフルーツを描くときはフルーツを描き終わったところで完成なんですが、レモンってすごく色が明るいので目立たないんです。なので輪郭を描いてあげます。私はこの3色を使って輪郭を描いていきますが、少し赤みがかった茶色があると綺麗です。真っ黒で描くと輪郭だけすごく目立っちゃうので、茶色持ってる人はその茶色で描いても全然可愛く描けます。
この輪郭は頑張って細く描いてください。あんまり太いと可愛くないので頑張って細く描きます。でところどころちょっとこう途切れたりしてあげた方が可愛くなるので、きっちりこうレモンに形を引かなくても大丈夫です。ちょっとはみ出したりとかちょっと途切れたりとかしながら、できるだけ細いのを頑張って描いてください。細い線がにじんだら嫌なので、こまめに仮硬化しながら描いていくといいと思います。レモンの先端を描くときはあまり尖らせないで少し丸みを持たしてちょっと出っ張るように先端描くと可愛くなります。全部描き終わったら硬化します。で一旦ここでノンワイプで先に全体を仕上げちゃいます。塗り終わったら硬化します。レモンのデザインはこれで完成です。あとはこの周りにちょっとゴールドの縁取りをしていきます。まず使うのはゴールドのジェルです。あんまり爪の際とかに近づきすぎないように結構適当に全体を囲みます。まっすぐ引かなくても構わないので、一周囲み終わったら硬化します。今回はこの上にミラー加工をしていきたいので、こちらのアイシングジェルのクリアを使います。ブラシに取って今のゴールドの上に高さを出していきます。最初に買った時に容器から使ってたら半分くらい固まっちゃったので、使う時は必ずパレットに出した方がいいです。自分の手にデザイン描く時は描きやすい方向に爪を動かして描いた方がいいと思います。でチップもくるくる回して描けるので好きな方向に向けて描くことができます。ただお友達にやってあげようとか人にやってあげる時は爪そんなにくるくる動かせないので、相手が動かせる範囲にまでちょっと軽くちょっと動かしてもらって描くと描きやすいと思います。囲み終わったら硬化します。で硬化が終わりました。ここにミラーパウダーをこすりつけていきます。今回私が使うのはちょっと濃いめのゴールドです。よくある市販のゴールドだとこすった時にすごく明るすぎちゃちょっと明るすぎちゃうかなっていう時がたまにあるので、これにこのブロンズかなり茶色っぽいミラーパウダーを混ぜてます。これはセリアで買いました。こっちはどこにでも売ってると思います。この2つを混ぜてちょっと濃いめのゴールドを作りました。これを使います。で全体にこするわけじゃないので、この蓋についてる方で結構十分足ります。アイシャドウ用のチップでもいいしシリコンブラシでもいいのでしっかりこすりつけます。この時に周りのこういう絵の上にちょっとゴールドのパウダー乗ってますが気にせず先に進みます。
今ミラーを塗ったところにトップジェルを塗ります。囲み終わったら硬化します。硬化が終わったら最後に表面をきれいに拭き取ります。未硬化ジェルは残ってないのですが、今周りについてしまった余分なミラーパウダーを拭き取りました。これで完成です。いかがでしたか？ちょっと手間を加えるだけですごく高級そうなアートに見えるので、頑張って描いてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。